みんなこんにちは。ずんだもんなのだ。今日はパキスタンのニュースをずんだもんがぎゅっとまとめてお届けするのだ。今回は全部でニュースが3件あるのだけど、その中からまずは一押しの1本を紹介するのだ。パキスタンの首都イスラマバードの特別裁判所で PTI の創設者で元首相のイムラン・カーン被告とその妻ブシュラ・ビビ被告に有罪判決が下されたのだ。トシヤカナニ事件と呼ばれる汚職事件で2人には懲役17年と1640万ルピーの罰金が言い渡されたのだ。この事件では2021年5月の公式訪問の時にサウジアラビアの皇太子から贈られた推定8000万ルピー相当のブルガリの宝飾セットをたった290万ルピーと過小評価して購入し、国に返さず私物化したとされているのだ。判決はラワルピンギのアディアラ刑務所の中で行われた非公開の公判で出され、2人はすでに別の1億9000万ポンド規模の汚職事件でも服役中なのだ。政府側は公的信託を大きく裏切る行為への当然の結果だとしてこの判決を歓迎しているのだ。一方で PTI 側は政治的な報復で行われた違法なカンガルー裁判だとして強く反発しているのだ。ということでパキスタンの政治を大きく揺らしているイムラン・カーン元首相をめぐる重大判決から見ていくのだ。それでは詳しくチェックしていくのだ。パキスタンは南アジアに位置し、首都はイスラマバードなのだ。1947年に英領インドから分離独立して以来、軍政と民政が交互に続く連邦共和制の国なのだ。人口は約 2.4 億人で、農業や綿織物、製造業が経済の基盤、音楽や詩、スパイシーな料理が文化の魅力なのだ。近年は経済改革や中国との経済回廊、そして気候変動による洪水対策が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。トシヤカナニ事件でイムラン・カーン氏とブシュラ・ビビ氏に懲役17年の判決という記事なのだ。パキスタンの首都イスラマバードで特別裁判所が PTI 創設者で元首相のイムラン・カーン被告と妻ブシュラ・ビビ被告にトシャカーナニ事件で懲役17年と罰金1640万ルピーを言い渡したのだ。事件は2021年5月の公式訪問でサウジ皇太子から贈られた推定8000万ルピー相当のブルガリの宝飾セットをわずか290万ルピーで過小評価して購入し、国家に返さず私物化したとされる汚職事件なのだ。判決はラワルピンギのアディアラ刑務所内の非公開公判で出され、両被告はすでに別の1億9000万ポンド汚職事件で服役中なのだ。政府側は公的信託の重大な侵害として判決を歓迎する一方、 PTI 側は政治的報復で違法なカンガルー裁判だと強く反発しているのだ。二つ目のニュースなのだ。トシヤカナ事件で検察が証拠提出を終えるという記事なのだ。パキスタンのイスラマバードの特別裁判所でトシャカーナ事件の検察側立証が終わったのだ。被告は元首相イムラン・カーン氏と妻ブシュラ・ビビ氏でサウジ王室から贈られたブルガリの高級宝飾セットをめぐる疑惑なのだ。この宝飾品は本来約8000万ルピーの価値があるのに290万ルピーだけ支払って不当に取得し、国庫に損失を与えたとされているのだ。検察は21人の証人を出廷させ、元軍事秘書はイムラン氏からトシャカーナに登録せず保持するよう指示されたと証言し、鑑定人ソハイブ・アッバッシも元個人秘書からの圧力で価値を500万ルピーと過小評価したと認めたのだ。裁判所は刑事訴訟法342条に基づき、判決前にイムラン氏夫妻の最終陳述を求めて出廷を命じたのだ。3つ目のニュースなのだ。トシヤハナニ事件で宝飾品を過小評価するよう圧力を受けたと証言という記事なのだ。パキスタンのラワルピンディで PTI 創設者イムラン・
カーン氏と妻ブシュラ、ビビ氏がサウジ王室から贈られた高価なブルガリの宝飾品をトシャカーナ事件第2弾として訴追されているのだ。この裁判で鑑定人ソハイブ・アッバシ氏が証言し、2022年5月25日に内閣局から鑑定を任され、実際より安い500万ルピーと故意に過小評価したと認めたのだ。その理由として、カーン氏の元個人秘書イナムッター、シャー氏から被告が宝飾品を保持したいので500万ルピーにせよ、従わなければ政府機関から締め出すと圧力を受けたと述べ、虚偽報告の赦免を求めているのだ。シャー氏も過小評価を依頼したことを認めたのだ。ズンダモン、汚職疑惑と裁判は国の信頼を揺るがすのだ。公正な審理で真相が明らかになることを願うなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。